こんにちは。今日はこれから一番右の巣箱の継ぎ箱を上げる作業をご紹介しようと思います。継ぎ箱っていうのはこれなんですけれど、よいしょ、こういう作りの下の底板のないこういう窓付きのものなんですけど、これを2階部分に上げて、今後1ヶ月間かけて、上の段だけに蜜が溜まるような仕組みというのを、これから作り上げていく予定です。パート1というかステップ1になると思うんですけれども、今日はまず継ぎ箱をどんな風に、上げるか、巣枠をどのように移動するか、一番シンプルな方法をご紹介したいと思います。では行ってみましょう。巣箱の内側、巣箱の中で何が起きているかを検査することを内検というんですけど、養蜂を始めたばかりの頃ってついつい蓋を開けることに急いでしまうんですが、まず来たら巣箱の入り口の雰囲気ですね。死骸が異常な数が落ちていないか、そういうことをまず、チェックします。例えば近所で農薬が撒かれた時なんかにブワッと大量死が出たとか、そういうのに気づくのは蓋を開けてではなく入り口をよく確認してからなので、まずそういうところを僕は気をつけるようにしています。ではこの巣箱、もう中身が溢れそうだったので、これから継ぎ箱を上げる作業に入ろうと思います。では継ぎ箱上げのステップ1ですね。一番簡単な方法です。この10枚、ごめんなさい、9枚ですね。9枚を全て継ぎ箱の、つまり2階部分に移動します。特にこれは養蜂を始めたばかりの人に言えるんですけど、蜂の道具を揃えて蜂を買って新しい場所で育てていくっていうのは、誰がやってもこの継ぎ箱を上げる状態までは簡単にいくんです。蜂蜜を自分で取ってみたいって思ったら誰でも簡単にできるんです。蜂蜜を勢いよく絞って美味しいなんて言って、その後にいろいろと大変なことが起こって、それで養蜂をやめてしまう人っていうのが割と多いようですね。1年目なんかは特に何もわからないですし、誰か師匠について教えてもらっていない限りは、蜂蜜が取れて絶好調になってイエーイってなった後絶不調になるのが大体のパターンなんで、なので養蜂はそこからだということをちょっと覚えておいてください。もちろんこれは初めての方ですよ。プロの方、商売でやっておられる方ってのはそのことをよく知っているので、そしてそこが養蜂の肝なので、そう簡単には人に教えてもらえないことだったりするんですよね。ジョーさん見つかると嬉しくなるのはどんな養蜂家でもあるみたいですよ。全部の枠を移動したら、次は下のチェンバーに、空の巣枠を入れていきます。ここに、新しい巣枠を10枚入れていきます。よしと。で、ここからがちょっと前回の動画と変わるんですけど、ここの B スペースは両縁に蜜を溜めたいとか考えなくて結構です。どうして気にしなくていいかというと、この後あるやり方をして蜂蜜を上にしかたまらない構造にしていくんですね。なのでここは均一に10枚入りました。で最後にせーの、よっ、あ、また継ぎ箱を戻して継ぎ箱上げ作業はおしまいです。これで何が起こるかというと、この1階部分しか出口はないので、蜂は1階部分を入って作っていない巣の間を通過して女王蜂がいるこの2階部分へ来て蜜を溜めたり花粉を溜めたり、するわけです。その時に下に巣を作ってない部分があるなというのを認識するので、なので蜂はどんどん下にも巣を作り始める、余った資材を使って巣を作り始めるのです。この後気温が上がってきたら、今度は蜂が住むスペース、子育てをするスペース、それをブルードチェンバーと言いますが、ブルードチェンバーを1階にして2階を蜜専用にするというやり方を実施しようと思っています。
まあでもそれはステップ2以降で、また、ご紹介できればと思います。ここから鉢の展開は早いので、次回以降の動画を、またお楽しみください。では今日はどうやって継ぎ箱を上げるかの紹介動画でした。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。継ぎ箱のやり方を変えました。どのように変えたかというと、1階部分の10枚を丸ごと2階に入れて1階に空の巣を入れるっていう継ぎ箱の上げ方から戻して、1階部分はそのままでも1階部分から2枚だけ巣箱を上に上げて周りを空巣合計123枚で埋める。そして分割板で鉢を込ませるっていうやり方に変えました。なんていうのかな、鉢の密度が低くなってしまっていて、どうも巣作りが巣ひもりっていうんですけど、あんまり芳しくないようなので、春からやっていたように鉢の密度を下げないやり方、分割板を入れて、鉢を込ませるっていうやり方なので、今1回ぎっちり鉢が詰まって、この半分に鉢が詰まっているっていう状態になってます。こちらも同じです。今日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。